日本の不便なところ。皆さんは日本のどんなところが不便だと感じるでしょうか？これからその一部をご紹介していきます。ゆっくり見ていってくださいね。書類作業が多い。日本では行政や企業の手続きにおいてまだ紙の書類やハンコ、印鑑が必要とされることが多いです。例えば、銀行口座を開設する際や、住民票や運転免許証の更新など、多くの場面で書類を提出する必要があります。オンラインでの手続きが進んでいる国々と比べると、デジタル化が遅れていると感じることがあり、これが面倒に感じられる原因の一つです。特にデジタルネイティブ世代や外国人にとっては、手続きのために役所や会社に出向くことが手間に感じることがあります。キャッシュレス対応が遅れている。日本は現金文化が根強く残っており、特に地方ではキャッシュレス決済に対応していない店舗が多いです。コンビニや大手チェーン店では、キャッシュレス決済が普及しているものの、小規模な飲食店や商店では、現金のみ対応している場合も多々あります。QR コード決済や電子マネーが普及しつつありますが、他国と比べると、まだその浸透率は低めです。特に外国人旅行者やキャッシュレス社会に慣れた人にとっては、不便に感じることがあります。狭い住環境。日本の都市部、特に東京や大阪などの大都市では、家賃が非常に高く、狭い部屋に住まざるを得ないことが多いです。ワンルームや 1K と呼ばれるタイプの部屋は、ベッドや家具を置くと、すぐにスペースがなくなってしまうほど狭いことが一般的です。また、収納スペースも限られており、物をたくさん持つことができません。これが日常生活での不便さにつながり、特に家族で暮らす場合には、さらに窮屈さを感じることがあります。英語が通じにくい。観光地や大都市の主要エリアでは、英語を話せる人がいることもありますが、地方やローカルなお店では英語が通じないことが一般的です。メニューや案内表示が日本語だけのことも多く、外国人にとってはコミュニケーションが難しく感じられることがあります。日本人は英語の教育を受けているものの、実際に会話で使う機会が少ないです。特に年配の人や日常的に外国人と接しない人々とのコミュニケーションが困難な場合があります。インターネットの契約が複雑。日本でインターネットや携帯電話を契約する際、多くのプロバイダーや携帯会社があり、それぞれのプランやオプションが非常に複雑です。また、契約時には多くの書類が必要で、初めての契約者にとっては、手続きが難しいと感じられることが多いです。さらに、契約期間や解約手数料も慎重に確認する必要があり、簡単に契約、解約できない点が不便に感じられます。外国人にとっては、言語の壁もあり、さらに手続きが困難です。公共交通機関の混雑。日本の公共交通機関、特に都市部の通勤ラッシュ時には、電車やバスが非常に混雑します。東京のような大都市では、朝の通勤時間帯に満員電車に乗らなければならないことが多く、座るどころか立つスペースもほとんどないこともあります。快適に移動するのが難しく、
特に長距離を移動する場合は疲れを感じやすいです。また、駅や電車内でのマナーが守られないと、ストレスを感じることもあります。家賃の初期費用が高い。日本でアパートやマンションを借りる際、家賃だけでなく、初期費用として礼金、敷金、不動産会社の手数料などがかかることがあります。そのため、数ヶ月分の家賃に相当する金額を一度に支払わなければならないことがあります。礼金は退去時に返還されないことが多く、敷金も一部しか戻らないことがあります。これが引っ越しを考える際の大きな負担となり、特に初めて引っ越しをする人や予算が限られている人にとっては大きな不便さとなります。営業時間が短い店舗がある。日本では地方や個人経営の店舗では営業時間が短いことが多く、夕方や夜遅くに買い物や食事をしようと思っても、店がすでに閉まっていることがあります。大都市では24時間営業のコンビニやファミレスが普及していますが、地方ではそのような店が少ないです。特に仕事や学校が終わった後にゆっくり買い物をしたい人にとって、早い閉店時間は不便に感じられることがあります。医療費の高さ。日本の医療制度は公的な保険制度が整っており、医療費が比較的安く抑えられていますが、それでも自己負担額が発生します。特に歯科治療や美容医療、先進医療など、一部の治療は高額になることがあります。また、薬や専門的な医療機器を必要とする場合も費用がかかるため、特定の医療サービスを受ける際には不安を感じることがあります。特に、長期の治療や手術を受ける場合には、保険が効かない部分の費用が家計に負担をかけることがあります。仕事のプレッシャーや長時間労働。日本の労働文化には、長時間労働や過労の問題が根強く残っています。多くの企業では残業が当たり前となっており、ワークライフバランスを保つのが難しいと感じることがあります。特に新入社員や若手社員は上司や同僚に気を使って定時で帰りにくい雰囲気がある職場も多いです。これが原因でストレスや健康問題につながることがあり、過労死の問題も社会的に大きな課題となっています。皆さん、日本の不便なところをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。その反面、便利なところもたくさんあります。ぜひ日本に来てみてはいかがでしょうか。最後まで見ていただき、ありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録してくれると動画作り頑張れます。また次の動画で会いましょう。日本の不便なところ。皆さんは日本のどんなところが不便だと感じるでしょうか。これからその一部をご紹介していきます。ゆっくり見ていってくださいね。書類作業が多い。日本では行政や企業の手続きにおいてまだ紙の書類やハンコ、印鑑が必要とされることが多いです。例えば銀行口座を開設する際や住民票や運転免許証の更新など多くの場面で書類を提出する必要があります。オンラインでの手続きが進んでいる国々と比べると、デジタル化が遅れていると感じることがあり、これが面倒に感じられる原因の一つです。特に
デジタルネイティブ世代や外国人にとっては、手続きのために役所や会社に出向くことが手間に感じることがあります。キャッシュレス対応が遅れている。日本は現金文化が根強く残っており、特に地方ではキャッシュレス決済に対応していない店舗が多いです。コンビニや大手チェーン店では、キャッシュレス決済が普及しているものの、小規模な飲食店や商店では、現金のみ対応している場合も多々あります。QR コード決済や電子マネーが普及しつつありますが、他国と比べると、まだその浸透率は低めです。特に外国人旅行者やキャッシュレス社会に慣れた人にとっては、不便に感じることがあります。狭い住環境。日本の都市部、特に東京や大阪などの大都市では、家賃が非常に高く、狭い部屋に住まざるを得ないことが多いです。ワンルームや 1K と呼ばれるタイプの部屋は、ベッドや家具を置くと、すぐにスペースがなくなってしまうほど狭いことが一般的です。また、収納スペースも限られており、物をたくさん持つことができません。これが日常生活での不便さにつながり、特に家族で暮らす場合には、さらに窮屈さを感じることがあります。英語が通じにくい。観光地や大都市の主要エリアでは、英語を話せる人がいることもありますが、地方やローカルなお店では英語が通じないことが一般的です。メニューや案内表示が日本語だけのことも多く、外国人にとってはコミュニケーションが難しく感じられることがあります。日本人は英語の教育を受けているものの、実際に会話で使う機会が少ないです。特に年配の人や日常的に外国人と接しない人々とのコミュニケーションが困難な場合があります。インターネットの契約が複雑。日本でインターネットや携帯電話を契約する際、多くのプロバイダーや携帯会社があり、それぞれのプランやオプションが非常に複雑です。また、契約時には多くの書類が必要で、初めての契約者にとっては、手続きが難しいと感じられることが多いです。さらに、契約期間や解約手数料も慎重に確認する必要があり、簡単に契約、解約できない点が不便に感じられます。外国人にとっては、言語の壁もあり、さらに手続きが困難です。公共交通機関の混雑。日本の公共交通機関、特に都市部の通勤ラッシュ時には、電車やバスが非常に混雑します。東京のような大都市では、朝の通勤時間帯に満員電車に乗らなければならないことが多く、座るどころか、立つスペースもほとんどないこともあります。快適に移動するのが難しく、特に長距離を移動する場合は疲れを感じやすいです。また、駅や電車内でのマナーが守られないと、ストレスを感じることもあります。家賃の初期費用が高い。日本でアパートやマンションを借りる際、家賃だけでなく、初期費用として礼金、敷金、不動産会社の手数料などがかかることがあります。そのため、数ヶ月分の家賃に相当する金額を一度に支払わなければならないことがあります。礼金は退去時に返還されないことが多く、敷金も一部しか戻らないことがあります。これが引っ越しを考える際の大きな負担となり、特に
初めて引っ越しをする人や、予算が限られている人にとっては、大きな不便さとなります。営業時間が短い店舗がある。日本では、地方や個人経営の店舗では、営業時間が短いことが多く、夕方や夜遅くに買い物や食事をしようと思っても、店がすでに閉まっていることがあります。大都市では、24時間営業のコンビニやファミレスが普及していますが、地方ではそのような店が少ないです。特に仕事や学校が終わった後にゆっくり買い物をしたい人にとって、早い閉店時間は不便に感じられることがあります。医療費の高さ。日本の医療制度は公的な保険制度が整っており、医療費が比較的安く抑えられていますが、それでも自己負担額が発生します。特に歯科治療や美容医療、先進医療など、一部の治療は高額になることがあります。また、薬や専門的な医療機器を必要とする場合も費用がかかるため、特定の医療サービスを受ける際には不安を感じることがあります。特に、長期の治療や手術を受ける場合には、保険が効かない部分の費用が家計に負担をかけることがあります。仕事のプレッシャーや長時間労働。日本の労働文化には、長時間労働や過労の問題が根強く残っています。多くの企業では残業が当たり前となっており、ワークライフバランスを保つのが難しいと感じることがあります。特に新入社員や若手社員は、上司や同僚に気を使って定時で帰りにくい雰囲気がある職場も多いです。これが原因でストレスや健康問題につながることがあり、過労死の問題も社会的に大きな課題となっています。皆さん、日本の不便なところをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。その反面、便利なところもたくさんあります。ぜひ日本に来てみてはいかがでしょうか。